はい。それでは UI/UX における AI 駆動開発の実践の第1回目、デザインと実装というところで、はい。株式会社マーベリックスの箱崎と申します。よろしくお願いします。では、簡単に、はい。30秒だけちょっと自己紹介なんですけれど、弊社株式会社マーベリックスといいまして、札幌の会社にあります。で、私は Web エンジニアで、主にフロントエンド担当して、だいたい5、6年です。で、AI 活用歴はだいたい2年で、業務として利用しているのがカーソルと、クロード、あと Figma の方ですね。で、あと個人だと最近 Google AI Pro で、ジェミニでしたり、アンチグラビティの方で開発を進めております。はい。では、今回のテーマなんですけれど、要件の整理から UI 設計、実装まで、チームで AI を効果的に使う事例の紹介というところで、AI を単なる個人のコーディング補助というよりは、プロジェクト全体の、認識のズレの解消でしたり、チーム全体のコード品質の統一のためにどのように AI を活用したかというところを中心にご紹介したいと思います。で、こちらにつきましては、ベストプラクティスというよりは、あくまでも一例という形で理解いただければなと思います。で、実際に、はい、説明していく中で、簡易的な社内備品管理システムを題材とした、デモをちょっと実演します。はい。こちらが今回のテーマになります。で、お話しすることとしては5つほどありまして、まずはじめに全体像を説明します。で、その後、3点ほどですね、要点整理でしたり、UI の設計実装について AI をどのように活用してきたかというところをお話ししたいと思います。で、最後は、汎用的な UI/UX のフレームワークの紹介というところで、私の方でちょっとデモを交えてちょっと実演したいと思います。はい。まず、業務システム UI 開発における AI 活用の全体像というところで、こちらの図が、これまでの業務システムの一般的な UI 開発の流れだったんですけれど、まずお客様、ユーザーにヒアリングをして、要件定義を固めます。で、その後、デザイナーさんによる UI 設計を行った後、フロントエンドエンジニアが実装して、テスト検証。で、そのサイクルを回して、最終的にリリースといった形になります。で、その流れで、今回、私たちの方で AI を活用した業務システム UI 開発の流れというところで、いくつか開発のフェーズで AI 活用しております。で、こちらについては後ほど詳しく各セクションで詳しくお話しできればと思います。で、簡単に要件定義はドメインストーリーテリングと呼ばれる手法で、AI 活用して、効果的に視覚化をしております。で、UI 設計につきましては、ボルトニューですとか V0 を使ったプロトタイプの生成サービスを活用して、なるべく短時間で Mock の生成というところを行っておりました。で、実装とテスト検証においては、AI エージェントによる自律実行というところで、クロードコードをカーソル、それぞれ定義して、自律実行というところを目指しておりました。で、一通り実装が終わった後、改善のフェーズで、ノートブック LM のところで会議の集約、で、その後即時改善みたいな形のワークショップみたいなところも実践しておりました。で、こちらの改善につきましては、第2回、来週の火曜日ですね。はい、詳しくお話しできればと思います。はい。では、はじめに AI 活用例のところで要点整理についてお話ししたいと思います。で、要件整理の段階でよくある問題としましては、業務フローが複雑すぎて誰も全体像を把握できていなかったりですとか、エンジニアがドキュメント、仕様書を作ったんですけれど、その内容がエンジニア以外には伝わらない。文字ベースだと結構伝わりにくいことが多いかなと思います。で、3つ目は要件定義の段階で、エンジニアさんとクライアントさん、デザイナー本当なんでもいいんですけれど、手戻りが認識のズレがあって、手戻りが発生した。こういったケースはよくあるかなと思います。はい。では、今回、その AI 活用を通して、その共通認識というところを作ることで、要件定義の段階で認識のズレを防ぐことができるのではないかというところを、はい、私たちの方で考えておりました。はい。で、具体的な手法につきまして説明すると、今回ドメインストーリーテリングと呼ばれる手法を使って、業務フローの可視化というところを行いました。
はい。で、このドメインストーリーテリングとは何なのかというと、会話を通してドメイン知識を可視化するモデリング手法の一つですね。実際の業務の流れを一つの物語として、関係者と会話しながらその場でグラフ、可視化して、整理するといった手法になります。で、誰が何をどのように操作するかみたいなところを、アイコンですとか矢印っていうものをつないで、シーケンス図とかピクトグラムが多分イメージしやすいと思うんですけれど、そのような形で可視化することで、プロジェクト関係者の共通認識をスムーズに作ることができると考えております。はい。で、その手法においてどのように AI 活用したのかというところなんですけれど、今回議事録や要件のメモをもとにAI と人間で対話を行って物語自体を考えました。で、その考えた物語からシーケンス図を出力して、最終的に画像生成 AI を活用してイメージ画像というところを生成しています。はい。で、ここで重要なこととしては、あくまでも、人間同士の会話、関係者と会話を繰り返し、ドメイン理解を深めていくことが一番重要だと考えております。そのため、あくまでもこちらで活用したものにつきましては、議論を進める上での、叩き台感覚として利用するというところが一番、はい、重要かなと思っております。で、このように AI を活用することで、素早く視覚化を行うことができるので、関係者間での共通認識というところを作れるので、認識のズレを防ぐことができると考えております。はい。で、具体的なプロンプトにつきましては、こちらにある通り、スカラー社の深津さんのところで、のタブのリポジトリで管理されております。こちらのプロンプトを今回使用させていただきました。で、はい。ここから私の方で簡単なデモを行うんですけれど、まずジェミニの方で対話を行って、生成されたシーケンス図を確認。で、その後画像生成 AI を活用して2つ画像を出力したいと思います。はい。で、今回、簡易的な社内の備品管理システムといったところで、まず、はじめに一番中核化的なそのストーリーというところを私の方で考えました。こちらが、はい、物語なんですけれど、社員が、今回プロジェクターなんですけれど、備品を申請して、最終的にデスクに届くまでというところを一つの物語として、ドメインストーリーテリングを実施してくださいと、今回はそうですね、ジェミニの方を活用しております。で、先ほどご紹介したプロンプトにつきましては、ジェミニのジェムの機能を使って、カスタム指示に入れております。はい。で、登場人物につきましては、今回申請する社員と、それを許可する、情報システム部の社員、つまり管理者という、この2つを定義しております。で、私の方で、今回 Web アプリケーションを開発するにあたり、要件整理のために使用するといったところも、目的も添えて、まずプロンプトになりました。で、そのように進めると、まず、物語のところを定義していただいて、現在の登場人物は、社員と、それを情報システム部管理者と、それをつなぐ Web アプリケーション、こちらが登場人物といった形で、はい、AI の方で確認してくれております。で、続いて、物語の開始、一番最初、誰が何をどうするかみたいなところも、AI との対話で固めていくんですけれど、今回スタートが社員なので、どのようなワークアイテム、何を使ってどのような行動を起こすかみたいなところを聞かれております。なので、今回、アプリケーション開発する上で、備品カタログを確認して、状況を確認して、その後申請フォームを申請するといった流れになっております。はい。で、動きを、毎回のやり取りで整理してくれます。で、続いて、情報システム部の方に通知が届いて、システム部の方が管理画面で申請して、最終的に承認ですとか、否認を行いますみたいな、後続の流れにつきましても、対話形式で、はい、やり取りを進めています。
で、いくつかやり取りを重ねて、こちらはですね、一番最後、この物語の結びといったところも問いかけてくれて、社員が受領完了し、確認をして完了というところを投げて、で、作られた物語がこのような流れです。で、今回問題ないということなので、例外のところにつきましても補足のところで、AI の方に投げかけて、最終的にシーケンス図を作ってもらいました。はい。で、ここからちょっとシーケンス図が若干複雑化していたので、私の方で、なるべくシンプルなところ、あくまでも要件整理のところなので、はい、シンプルなところに直してもらって、このシーケンス図をもとに、ナノバナナプロを活用してシーケンス図画像を生成してくださいとプロンプトになりました。で、詳細のプロンプトはこちらですね。シーケンス図のイラストで、白い背景で、アクターを表現するアイコンが水平に並んでいる。この指示を添えております。で、最終的に生成してもらったのがこちらですね。こういった形で、社員と情報システム部、それをつなぐウェブアプリケーションといった形で、開始から終了までそれぞれフローズのところで表現されています。今回のような、割とイメージしやすいフローであれば、会話でも伝わると思うんですけれど、複雑な要件ですとか、そういった部分は逐次こういったシーケンス図など活用することで、視覚化できて、共通認識というところは作れるかなと思います。はい。で、ここで終わりではなくてですね、最終的にこれまでのやり取りを踏まえて1枚の画像、全体像をちょっと生成してくださいといったところを投げかけております。で、初めて見る人、関係者の方でも、伝わるような内容ですとか、単語や文情報量に注意して、わかりやすい図解といったところを書きました。で、最終的に生成されたのがこちらですね。プロジェクターが必要といった問いかけから、どのようなフローでみたいなところが矢印で、相互でどういった関係になるのかみたいなのが、非常にわかりやすくなっているのかなと思います。はい。で、ここまでが一連の流れで、はい。結構ここは、そうですね、画像を生成する、デザインですとか、こういった視覚化するってなると、若干時間がかかったりするんですけれど、今回 AI との対話で、あと画像生成 AI を活用することで、ここまでのやり取りがだいたい10分もかからずにできるっていうのはすごく便利なのかなと思います。はい。で、改めて整理すると、まずジェミニの方で対話を行いました。で、一つ注意いただきたいところが、抽象的な表現でやり取りを進めていただきたいといったところで、具体的な表現が入ってしまうと、その表現に対して前提知識を与えないといけないので、そもそもの要件整理といった目的が達成できないなというところが実際に活用して感じました。で、具体的なサービスを使って、どういったフローでみたいなところをできなくはないんですけれど、そうしてしまうと、その具体的なサービスについて前提知識を与えないといけないため、なるべく抽象的な表現でやり取りを進めるっていうのが効果的かなと思います。で、プロンプトにつきましては、私の方でいくつか調整した結果、この2つが非常に、はい、効果的だったので、こちら載せております。はい。で、ジェミニの方でそのまま出力いただいたシーケンス図がこちらです。で、エンジニアだと、こういったマーメイドの、シーケンス図だと、はい、わからなくもないんですけれど、より画像生成 AI を活用することで、シンプルで、はい、見やすいものになっております。はい。ここまでが要件整理のところで AI 活用した事例になっております。では続いてですね、UI 設計のところに入らせていただきます。はい。で、今回、初期 UI 簡易モックの作成に、ボルトニューですとか V0 といった、リアクトとシャドウシェーン UI ベースのプロトタイプ生成ツールを使用しておりました。
でこちらを使用して、構築イメージを、なるべく高速に具体化するといったところで活用していました。はい。で、その後、プロトタイプ生成ツールで生成された Mock のアプリケーションを通じてローカルで検証した後、今回Figma の拡張機能を活用して、ローカル起動中の内容を Figma のデザインデータとしてエクスポートしました。で、その後、Figma のデザインデータを調整する形で、コンポーネント化してバリアントですとか、プロパティを調整。その後、Figma MCP を活用して本実装といった流れで進めておりました。で、なぜこのようなフローを踏んだのかなんですけれど、この検証していた当時が、Figma メイク自体がそもそも、リリースされていなかったというところが一つの理由です。で、あともう一点がこちらにも記載の通り、AI サービスによって生成されたコードをそのまま使用しないといった制約のもと、はい、今回開発を進めておりました。で、大事な部分っていうところが、プロジェクト内で定義した規約を守る AI エージェントによるコード生成というところを意識しておりました。で、人間のコードレビューといったところを重要視しているので、はい、今回は AI サービスによって生成されたコードというところをそのまま使用しないフローで進めておりました。はい。で、具体的に Figma 側ですとデジタル庁のデザインシステムといったところを参考に、デザイントークの作成ですとか、コンポーネントの設計を実施しております。はい。では続いてですね、AI 活用例のところで UI 実装の方をご紹介したいと思います。はい。これまでAI を使わないで、従来の UI 化実装フローだと、いくつか課題がありました。で、例えばなんですけれど、類似のコンポーネントを人によって重複実装してしまうといった問題ですとか、エンジニアさんとデザイナーさん、エンジニア間でのその解釈の齟齬による実装、あとはテスト実装の負荷といったところで、テストコードを書くこと自体が実装の負荷になって工数がかさんでしまう。あとはドキュメント保守の属人化といって、人によって各ドキュメントのフォーマットが違ったりですとか、そういったフォーマットを守ってくれない人とか、そういった部分で若干ズレができてしまうといった、そういった具体的な問題を皆さん経験したことあるかなと思います。で、こちらについては様々な開発会社が、それぞれ違う領域で携わっていると、より認識にズレが生じやすいのかなと思います。その上で従来の UI 開発でありがちな課題、今右側に挙げているありがちな課題を AI の方で解決して、開発効率と品質を同時に向上させる、そういったテーマで今回取り組んでいました。はい。で、ここが企画なんですけれど、これまで人による計画からデバッグテストまでAI のところの比較を表した表なんですけれど、これまでは計画から開発者による制約の個別判断でドキュメントを手動作成して、その後、開発者による手動実装、テストもですね、をしていたのが、今回、計画のところから開発ルール、制約の遵守と、フォーマットに基づいたドキュメントの自動生成から、AI エージェントによる自動実装で、コードの実装とデバッグのテスト。で、テストコードまで、テストが失敗した場合は、通るまで自動修正してくれるみたいな、そういったワークフローを組むことを意識していました。必ずこの計画から実装からデバッグテスト、ここの矢印の間で、必ず人間によるレビュー、ここは意識しております。はい。では、ちょっともう少し具体的なところで、どういった AI ツールを使っていたかなんですけれど、今回、前提として、プロジェクトの状況によるものの、基本的には AWS の Bedrock 経由でのクロードを利用しております。はい。で、AI ツールにつきましては、開発当初自体はカーソルのメイン利用を進めておりました。で、具体的にどのように活用していたかというと、カーソルルールズで、共通のルール整備を行っていて、カーソルのカスタムモードで、シナリオ別の AI エージェントの定義を行ってました。で、計画から実装からデバッグまでの一連のワークフローに沿った AI エージェントを定義したりですとか、UI、UX 評価だけを行うAI エージェントとか、
そういった形でカーソルのカスタムモードというところを中心に活用しておりました。ただ、現在はクロードコードへ一部移行中というところなんですけれど、はい。現時点ではカーソルと併用利用しております。で、理由としては、カーソルの方でカスタムモードが廃止になり、カスタムコマンドの利用が推奨されたといったところですとか、と他の領域の開発チーム、UI 以外の開発チームが、クロードコードを使っていることなどから、一部そうですね、クロードコードへ現在は移行中になっております。はい。で、具体的なコード品質につきましてですが、今回 UI の中でコード品質にこだわるところとしては、コンポーネントの分割にアトミックデザインと呼ばれる設計思想を取り入れております。で、アトミックデザインわからない方向けに簡単な概要ですが、こちらについては、UI のコンポーネントの要素を、原子や分子など、その5段階の化学用語に分けて考えるというコンポーネントの設計思想です。で、こちらは大体5年前とか、そういった部分で一部、はい、割と主流になっていたんですけれど、適切な運用ルールですとか、それぞれチーム間でエンジニアとデザイナー、エンジニア間もそうなんですけれど、結構その人による認識のズレが生じやすいといった課題もあり、はい、割とここ数年は使われていなかったのかなといった、はい、課題があります。はい。こちらについて、実際にやってみると、その AI エージェントとの相性の良さはすごく実感しております。で、私自身も少しそのアトミックデザインに関しては、うまくできなかった事例がこれまで経験としてありましたので、割と懐疑的ではあったものの、今回実際に AI との AI 駆動で進める上で、非常に、はい、相性がいいなっていうところは実感できました。判断フローチャートですとか、それぞれのその分子レベル、レベル間でのその設計のルールみたいな形で、細かく定義することで、AI エージェントがその自動で仕組み化するっていったところで、人の分割判断のズレといったものはなくなりました。そのため再利用性ですとか保守性といったところは向上したのかなと思います。はい。で、もう少し具体的なところなんですけれど、チェックリストみたいなものですとか、階層定義みたいな形で、それぞれどういった役割で、例えばとか、そういった部分のコンポーネント例を提示することで、AI エージェントが迷わないようなところを考えておりました。はい。では続いてコードレビューですね。で、今回、その規約のない AI 駆動開発、いわゆるバイブコーディングみたいな、そのルールのないバイブコーディングみたいな場合だと、その短い工数で動作するコードっていうのは、バイブコーディングだと大量生成することができるんですけれど、割と一貫性が欠如されたコード、その生成するタイミング、毎回生成することによるその内容が違うものが生成されてしまうといった問題があると思っております。で、こちらについて、個人レベルでは全く問題ない、問題はあるんですけれど、動作はするんですけれど、チーム開発の面では、割と避けた方がいいものになっております。で、そういった部分でどのようにその仕組み化したかというところなんですけれど、今回はクロードコードにコードレビュー用のコマンドというところを追加しています。で、具体的には、実際の通りです。で、アトミックデザインのルールを守っているかですとか、UI コンポーネント内で、直接フェッチをしているかみたいな、そういったチェックを入れております。で、あとは、推奨事項となるんですけれど、抽象化ですが、可読性のあるものになっているか、みたいな。そういった部分は、カスタムコマンドの方を使って、定義しております。はい。で、具体的にこういった形でコードレビューを実行して、ローカルで実行して、問題があればこのような形で出力されるようになっております。問題点と、対象のコードでどのように改善すればいいのかみたいなところを、自動化することで、ブレのないようなところ。
レビュアーの負荷を下げるための仕組みといった形になっております。はい。で、こちらについては多分随時アップデートっていうところが必要だと思ってますので、チーム間で、それぞれ、どのようなところを、レビュー時に見た方がいいかみたいなところは随時、議論していく必要があると思っております。はい。では、ここからはですね、汎用的な UI/UX フレームワークの紹介といったところで、はい、私たちが実際に実務で導入しているところから、汎用的にしたフレームワークについて紹介したいと思います。はい。で、フロントエンド、UI のところに特化するんですけれど、今回、ターボレポによるモノレポ構造で、メインのアプリケーションは Next.js で、ドキュメントサイトといったもの、こちらは来週詳しくご紹介するんですけれど、Nextra と呼ばれるもので、モノレポ構造になっております。はい。では、メインの AI ツールにつきましては、クロードコードで、デモだとちょっとカーソルの方で、カーソルのブラウザの方で動作確認するんですけれど、メインはクロードコードです。で、MCP はコンテキスト7になっております。で、ざっくりとプロジェクト構造と実際の AI 駆動開発の流れについてですね。はい。ここの左側は、はい、おそらく皆さんも同じような、クロードの構成だと同じような形なのかなと思っております。で、AI 駆動開発の流れにつきましては、要件確認から、ここでクロードコードの Ask User Question Tool と言われるものを使っております。で、続いてプランモードで実装計画。ここで、このプロジェクトに特化したフロントエンドの設計戦略スキルといったものを使用するようになっております。で、ここのプランモードで、出力された計画に対してユーザーの承認を得た後、実装用の AI エージェントによる実装ですとかデバッグの方を進めて、コミットといった形になります。はい。で、多分、クロードコードのAsk User Question については、先週の勉強会でも一部話題にあったと思うんですけれど、こちらについて改めて説明すると、ユーザーの曖昧な質問に対して、抽象的なものに関して、AI 側が判断困るようなものに対しては、クロードコードが適切な選択肢を生成してくれて、右下のような形ですね。で、ユーザーがその中から選ぶ形で回答できるようなツールになっております。で、今回どのようにその呼び出したかっていうところを簡単に、短いんですけれど、ご紹介すると、Cloud.md に以下のところ、こちらの内容を記述していました。で、プランモードに限らず、実装時もですね、重要な判断ですとか、複数の選択肢が、AI 側であると判断した場合は、Ask User Question ツールを使ってユーザーに確認してくださいといったテキストですね。で、ここについては、不明点がなくなるまで、繰り返し質問してくださいといったところも加えております。で、以下の条件に該当する場合は確認をスキップできますってあるんですけれど、こういった部分、ユーザーが明確な指示を出している時ですとか、既存パターンからあらかじめ提示した内容から判断が明白になっていること。あとは軽微な変更で、そもそも影響範囲が限定的ですよといった、そういった部分に関しては、この Ask User Question を使わず、はい、そのまま実行していいよといった形になっております。そうですね。今回だと、より視覚的にしてくださいみたいなプロンプトを投げたときに、なんか AI の方で視覚的とはみたいな形で結構困っていたので、こういった形でいくつか選択肢を出してくれた形ですね。はい。で、クロードコードにおける使い分けの方針表といったところで、ちょっと私の方でいくつかまとめました。こちらは、前の記事のところも一部参考にさせていただいている形なんですけれど、クロード MD については、前提条件で、全体の設定ですとか、ルールを定義したいときに使っております。で、そこからサブエージェントみたいなところは、どんな専門家かですね。コーディングですとかテスト専門の、人格に委託、並列実行させたいときとかに使っております。
で、カーソルのカスタムモードは、大体そのサブエージェントとして代替している形になっております。で、スキルズについてはどうやるかみたいなところなんですけれど、具体的に定義して再利用したいときみたいなところに使っています。で、コマンドは先ほどご紹介したレビューのように何をやるかみたいなところで、具体的な、よく使う定型的な指示を、短縮的なコマンドとしてまとめたいときに使っております。で、ルールズについてはパス別のその前提のところで、特定のディレクトリやファイル種別に異なる設定ですとか、ルールを適用したいときです。ちょっとデモの段階ではここ取り入れてなかったんですけれど、UI に関してだと TSX やストーリーのファイル、それぞれそのような時にどのように適用したいかみたいなのを書くと、ちょっと効率的かなと考えております。はい。で、今回スキルに関して詳しくご紹介すると、今回フロントエンドの設計戦略スキルといったもので、デザイニングフロントエンドみたいなのを定義していました。で、こちらについては、フロントエンド開発における戦略を統合的にガイドして、コンポーネント設計ですとか、UX に必要なスタイリング、デザインの設計思想ですとか、あとストーリーブックの方のテスト実装とか、そういった部分をサポートするようなスキルになっています。で、必要な時に必要なものを取ってくるようなマルチファイルの構造になっております。こちらは後ほど説明したいと思います。で、まず MCP とスキルズの使い分けみたいなところなんですけれど、私のプロジェクトの方では MCP 自体はその外部システムへ接続するためのプロトコルで、クローダーのエージェントスキルに関してはタスクを実行するためのカスタマイズされたマニュアルみたいな形で使い分けております。はい。で、スキルズにつきましては、いくつか公式の方を参照して、こうした方がいいよみたいなのがあったので共有させていただきます。で、まず、そのスキルズのところだと、ネームとディスクリプションがあらかじめクロードコード起動時に、はい、参照されるという形で、細かい内容、スキル .md のその、フロントまた以降のところっていうところは、参照されていない状態です。で、ネームとディスクリプションのところは非常に重要になっております。で、講師のところだと同名指定が推奨されていますですとか、ディスクリプションは必ず三人称で書くみたいなところ、こういった部分は推奨されております。で、あとは、長くなるようなもの、統括的にまとめたいけど、少し長くなるようなものは、段階的な情報開示っていうところを意識するといいみたいなところもまとめておりました。で、こちらについては、今、これからご紹介するデモのところでもある通り、はい、いくつかのトピックに分けて、skill.md は目次として、詳細は別ファイルに分割するようなところになっております。はい。では、ここからデモというところで、時間の都合上、その簡易的なその備品管理システムの、主要な画面ですとか、共通パーツっていうところは事前に実装済みなんですけれど、ちょっと私の方で機能改善とか実装などをちょっと簡単にデモでお見せしたいと思います。はい。で、こちらが多分今、カーソルのブラウザの、カーソルのエディターの画面が表示されているかと思うんですけれど、右下がターボレポでいくつかプロジェクトを起動している形です。で、右上、こちらがクロード。クロードコードを起動する画面です。はい。で、今、タブレポの方で動いているのが、基本的なメインの Web アプリケーションと Docs のところ。Docs はちょっと来週のところに持ち越ししたいんですけれど、あとストーリーブックのところですね。それぞれ起動がされています。はい。今回は、主な機能として5つありまして、ダッシュボードのところと、カタログ、備品管理のカタログみたいな機能と、インベントリー
在庫管理ですね。まあ、あと実際に社員から来た申請一覧みたいな形と、それぞれのアクティビティの履歴、全部で5つのページ、主要な画面があります。はい。で、そこに付随して、今回コンポーネントがいくつかありまして、アトミックデザインの方で、ストーリーブックの方で分けております。で、このような形で、はい。こちらについては、すべてAI 駆動開発の方で実装して、私の方では特にコード修正はしていない状況です。修正する場合も AI の方で依頼をして修正した形になっております。現状各層ごとに、だいたい10、20弱ぐらいあると思うんですけれど、こちらについては、本日のデモ用に昨日、だいたい1時間、2時間ぐらいで、はい、準備したものになっております。で、こちらで、実装も含めて、ストーリーブックの、ストーリーファイルも含めて、だいたい1から2時間ほどで完成した内容になっております。こういった部分もですね、若干その背景ホバーした時の視認性が悪かったり、といった部分はまだ課題としてある形です。で、簡単な操作デモにつきまして、今回だと、例えば、左サイドバーのところが、多分今アクティブなところが、分かっていない。今どこにいるのかみたいなところが、視覚的に分かりづらいと思うので、ちょっとここを改善したいと思います。はい、ここはすみません。事前に、調整したプロンプトになるんですけれど、はい。おそらく今回はそこまでその複雑な実装ではないので、アスクユーザークエスチョンは使われない形で、設計ガイドのところ、このデザイニングフロントエンドのスキルを読み込んでもらって、いくつかデザインの設計思想ですとか、デザイントークのところですね。はい。で、こちらについて、コードを確認すると、現在の多分パスの状況を多分知りたいと、そういったコードです。で、アクティブページ判定を実装して、スタイリングを追加、形です。はい。で、これで、はい、今実装が完了したので、確認すると、それぞれアクティブなところに、はい、デザインが割り当たって、実装が完了されていることが確認できました。で、それぞれ変更点のところとか、細かくサマリーとして出力してもらっております。はい。で、今回、すごく簡易的ではあるんですけれど、使用したスキルの具体的にどういった部分を参照したのかみたいなところも、私は結構意識して、その振り返りのところで、どこを参照したのかみたいなところは、はい、AI との対話で確認しているようにしてます。で、デザインフィロソフィーと、デザイントークンの2つのマークダウンファイルのどういった部分を参照しているのかみたいなのも、はい、確認できました。で、改善のため、今回は新規コンポーネントは作っていないので、階層判断は特にしていない。こういったところですとか、ベストプラクティスみたいなところも参照してもらっています。具体的なところですと、デザインの設計思想につきましては、このような形ですね。ベースはクロードコードの公式のところで定義されているフロントエンドデザインのところを一部活用させていただいてるんですけれど、業務システムに特化した形にちょっと内容を変更しております。で、あとは、
日本語の方で直しております。これはちょっと今回発表の時に、わかりやすくするために、ちょっと日本語の方で直しております。はい。で、先ほど、デザイニングフロントエンドのスキルのところで一部しかちょっと紹介できなかったので、細かく説明すると、こちらについては、統合的にガイドするといったところのスキルになっております。で、アディショナルファイルズで、いくつかの MD ファイルに分割しております。で、使用するタイミングですとか、ファイルの構成。そうですね。スキル .md 自体は非常に薄い内容で、それぞれ細かくは、それぞれのマークダウンファイルに記載している状況です。アトミックデザイン、先ほど説明したアトミックデザインのガイドだとこういった形ですね。で、今回、ライブラリに ShadowCNUI もありますので、そことの明確な違いみたいなところも書いております。で、配置の階層判断フローについても、このような形で構造化しています。で、それぞれのそのレベルに応じた実装のところで、どういった部分の特徴がある理由のコンポーネントなのかみたいなところも定義しております。で、チェックリストとまとめみたいな形です。で、設計思想については、はい、先ほど説明した通りですね。で、デザイントークンの適用ガイドについては、プロジェクト共通で使われる、具体的なデザイントークンのコードについて、スキルを定義しております。はい、細かいんですけれど、そのプライマリーですとか、セカンダリー、アクセント、ステータスカラーだと、そのサクセスワーニング、エラーとか、そういった部分で、どういった用途、特徴があるのか、みたいなところもスキルとして別途定義しております。はい。で、今回はちょっとデモでお見せできなかったんですけれど、ストーリーブックでのインタラクションテストですとか、コンポーネントテストを実装するためのガイドみたいなところも作成しております。はい。ざっくりとこういった形ですね。ギブンとウェンとゼンのそういったパターンで定義して、それを守るような実装にしてくださいといったことが、はい。すごく単純なんですけれど、はい。書いております。ここまでで、はい。簡単ではあるんですけれど、フレームワークを利用しての AI 駆動開発のところで、実際に機能改善のところをデモでお見せしました。で、スライドに戻ります。はい。で、Figma MCP を利用したコンポーネント実装といったところで、先週ですね、勉強会のところで質問として上がっていた、Figma MCP を使った外部コーディングのところを、事例を教えてくださいみたいなところがあったので、ちょっとここは私の方で、はい、今回のプロジェクトで用意してみました。で、今回の汎用的なプロジェクトの中で Figma MCP を活用してコンポーネントを実装すると、1枚のスライドなんですけれど、こちらの Figma のデザインデータ、デブモードから、パネルとしては右側にMCP の欄があると思うんですけれど、ここのプロンプト例をコピーして、そのまま実装を進んでいただくと、最終的に私の今の、プロジェクトではこのような形になっております。で、お手本がこのような形で、最終的に実装がこのような形で、チェックのアイコンがなぜかここに行ってしまってはいるものの、その1回としてはかなり高精度、1回のプロンプトだけでここまで実装することができている状況です。で、こちらはストーリーブックのストーリーファイルなんですけれど、ここまで含めて大体、そうですね、今回時間の都合上、事前にやっていたんですけれど、大体20分ほどぐらいで、はい、一つのコンポーネントは実装できておりました。で、具体的に、流れについてちょっと説明したいと思います。はい。ここからちょっとプロンプトと、クロードコードのやり取りがちょっと紙芝居形式になってしまって申し訳ないんですけれど、まず私の方で、はい、Figma の方で提供されているプロンプトをまとめて、そのまま、コピーして、クロードコードに依頼しました。
で、そうすると、Figma の MCP を使って構造を理解してくれております。はい。で、続いて、AI の方で、クロードコードの方で言語切り替えコンポーネントの実装が必要といったところで、この Figma のデザインから、いくつか機能があるよといったところを提示してくれてます。で、その上で、今のプロジェクトに応じて、例えばアトミックデザインの構造ですとか、デザインシステム、デザイントークンのところとかに合わせてどのように実装するかみたいなところを、クロードコードの方で実装計画を立ててもらっています。で、ここでプランモードですね、に入っています。で、いくつか並列でエージェントの方を実行して、調査エージェントが並列で実行していて、言語切り替えコンポーネントの実装計画を立てるための調査ですね。プロジェクトの構造と既存のパターンといったところを調査してもらっています。はい。で、調査が完了すると、プランエージェントを起動しますといったところで、調査の後に実際のプランモードの、エージェントが入ります。で、ここで、先ほど私の方で説明した Ask User Question のツール。こちらが、はい、起動されて、いくつか質問をしてくれております。今回だと言語切り替えコンポーネント内のラベルをどのように実装しますかといったところで、いくつか選択肢があって、今回i18n が、モノレポのところのシェアドの中に、パッケージ図の中にあるので、そこに追加するような形でっていったところで指示を出しています。で、いくつか、アイコンの選択ですとか、コンパクトモードみたいな形で分野ごとに質問を問いかけてくれて、私の方でいくつか選択してます。今回だと、選択肢はあるものの、AI が判断した推奨のところみたいなところは推奨をつけるように、はい、cloud.md で指定しておりますので、今回は推奨の通り、そういった形で、例えばそのアイコンはそもそもこのリアクトアイコンを使うのか、それとも SVG で Figma から取ってくるのか、みたいなところも問いかけてくれていたり、今回はそのまま使ってますが、はい、といった形で、それぞれ実装方法とかも細かく質問してくれてます。で、最終的にプランモードで出力した内容をもとに、コンテキストクリアにして、上記の内容で実装するような指示を私の方で行いました。で、AI による見積もりなので、これが全く正しいとは思っていないんですけれど、ざっくりと、大体一つのコンポーネントだと4.5時間から6.5時間 AI はかかると言っていますね。はい、実装の見積もりだとこういった部分があるので、はい、という形です。で、実際に、はい、私の方で、先ほどこの選択肢で承認してますので、言語切り替えのコンポーネントの実装を開始しています。で、ここで、サブエージェントのところを使用して実装を開始しております。で、ToDo の機能を使って、いくつか、クロードコードは今どこにいるのかみたいなところも、はい、わかるようにしております。で、最終的に実装が完了すると、このような画面が表示されます。計画通りに全ての要件が実装されています。で、出力のサマリーを出してもらってます。で、いくつか作成されたファイルも提示するようにしていて、じゃあ次どうすればいいのか。今回はストーリーブックのところで、カタログとしてコンポーネントを登録してもらったんですけれど、実際に使うにはこうしたらいいよ、みたいな、そういった推奨例も出してもらっています。はい。で、最終的にストーリーのファイルはこのような形ですね。先ほどお見せしたカーソルの画面で、ブラウザ機能があるので、そのままストーリーブックの画面を開くと、このような形で、いくつかカタログ、バリアントごとに、そのコンポーネントの振る舞いがわかるような形になっております。はい。で、ここから多分、再度、プロンプトで、調整する。例えば、チェックボックスがなぜか左に行ってしまっているとか、そういった部分の調整をすることで、より Figma のデザインに近いっていうところが、簡単にできるのかなと思います。
で、Figma の MCP を使わないと、デザインデータ、Figma のデザインデータを、まず人によるそのプロンプトで、表現しないといけないので、そういった部分は Figma MCP を利用することで、簡単に構造化みたいなところがクロードコードに伝えられるのではないかなと思っております。はい。で、まとめると、はい、調整は必要なものの、そのプロンプト1回での精度としては再現度が非常に高いなというところが分かっております。大事なのは Figma 側のデザインデータも大事かなと思っております。で、しっかりそのバリアントですとか、プロパティの定義、あとは階層のところ、レイヤー構造のところをちゃんと見直すですとか、あとオートレイアウトのところ、そういった部分をちゃんと定義しないと、はい、いけないなといったところも、はい、大事かなと思います。はい。では、はい、今回の勉強会のまとめですね。はい。で、今回はチーム開発における AI の実践的活用といったところで、はい、3つほど挙げさせていただきました。で、1つ目は要件整理といったところで、今回ドメインストーリーテリングと言われる手法を用いて、エンジニア以外にも伝わる可視化を行いました。はい。2つ目は UI の設計と実装のところで、AI エーエージェントと、今回実際に試してみて相性がいいと分かったアトミックデザインと言われる設計手法を用いたことを紹介しました。で、またその判断基準といったところをルール化、仕組み化することで、AI による自動実践、実装の精度ですとか、再利用性を向上することができたので、こちらの紹介をさせていただきました。で、品質の統一につきましても、どうやるかといったところをクロードコードの、スキルズとして定義して、ベストプラクティス、プロジェクト内のベストプラクティスを形式値化しております。あとはレビューのようなものをカスタムコマンド化して、コードレビューですとか、規約の遵守を自動化して、なるべく属人化を防ぐような仕組みを使って保守性を担保することができたので、そちらの紹介をしました。はい。一応今回お話しする内容は以上なんですけれど、次回ちょっとお話しする内容の軽い紹介もさせていただきたいと思います。で、次回は来週火曜日同じ時間6時からですね、を予定しております。で、そこでは実際にですね、一通り実装した後、クライアントさんとの要望内容とか、そういった部分で出た改善の会議みたいなところで得た内容を、その場で即時反映するような仕組み、どのようにやったのかみたいなところを軽く紹介したいなっていったところと、AI エージェントによる UX 評価、プレイライト MCP を使ってどのように UX 評価をしたのか、みたいなところも紹介できればと思っております。で、あとはドキュメントサイトの自動生成といった形で、今回デモの方で一部紹介できなかったんですよ。ネクストラのフレームワークを使って、どのようにドキュメントサイトを自動生成するのかみたいなところも、はい、ご紹介できればと思います。はい、4つ目は多言語化対応と、ガイド機能につきましても、今回その AI を活用することで、非常に短時間で、はい、実装することができたので、そちらの紹介も合わせてできればなと思います。で、最後は AI 活用時の注意点についてなんですけれど、私自身は本格的にプロジェクトで AI を活用したのが去年の5月からになるんですけれど、そこから今までで得た経験についてどういった部分注意すればいいのか、実装に限らずその他のメンバーとの共有ですとか、定期的な内部振り返りですとか、そういった部分について、タスクの割り振り方とか、そういった部分についても簡単にお話しできればなと思います。もし、はい、興味あれば、ぜひ参加いただければと思います。